サギの花 VS 多発性筋炎、薬ゼロになるまで。前回宿敵リューマトレックスに敗北し、治療はまた振り出しへ。でも立ち止まってはいられません。だって目の前にはハワイが待っていたから。今回は旅先での意外な収穫と大失敗、そして後半では筋炎を治したい一心で選んだある手術への挑戦についても明かします。ぜひ最後までご覧ください。治療開始から1年7ヶ月、筋肉の炎症値 CPK は700台後半まで悪化していました。主治医に海外旅行に行ってもいいか確認したら、自分が行けると思えば大丈夫ですよ。という意外にもあっさりした言葉。毎日疲れやすくてしんどいけど、姉の結婚式だし行ってみよう。そう決めて準備を始めました。この旅で一番忘れてはいけないのは薬。もしスーツケースがロストバゲージしてステロイドがなくなったら、離脱症状で命に関わることもあるかも。全日数分のステロイドを握りしめ、まるで命綱のように機内へ持ち込みました。ハワイまでの7時間、飛行機で眠れない私は映画に没頭していましたが、ホノルルに着いた瞬間、バッテリーは完全にゼロ。到着日は一人ホテルで泥のように眠りました。ハワイ来て寝てる人、ちょっと悲しいけど回復が最優先です。おかげで翌日からはみんなと行動できるようになりました。動物園、お買い物、おいしいご飯、ゆっくりペースで楽しめました。姪っ子がまだ2歳前で、彼女中心ののんびりペースの観光が私の禁煙にちょうど合っていました。運命の結婚式前夜、風邪気味だった姪っ子が残したスープ、姉が誰かいると聞いて、おいしそうと思い、うっかり飲んでしまったんです。翌朝目が覚めると、強烈な頭痛と熱っぽさ。嘘でしょ？式今日だよ。ステロイド 5mg、たった 5mg だと思って油断していました。私の免疫力のなさよ。普通の風邪菌も強敵だったようです。結局、一番の目的だった姉の挙式は欠席。披露宴に何とか参加するのが精一杯でした。もっと気をつければよかった。と、本気で反省しました。そしてハワイといえば海ですが、私は完全パス。禁煙は紫外線で悪化することがあります。主治医からも紫外線対策は必ずするようにずっと言われていました。周りがハワイの日差しを楽しむ中、私は一人帽子、サングラス、完全防備スタイルで影を歩く吸血鬼状態。さらに追い打ちをかけたのが、家族だからこそ遠慮ゼロな姉の一言。花そんなにシミあったっけ？ステロイドの副作用で増え続けたシミを直球で突っ込まれました。姉、容赦なし。苦笑いするしかありませんでした。正直に言うと、健康だったらもっと楽しめたのにという気持ちはありました。でもそれ以上に、禁煙になってもハワイに来られた。それが私にとっては一番大きな出来事でした。体がしんどくて海外旅行なんてもう無理だと決めつけていたけれど、自分のペースならできることもある、そう気づけた旅でした。今回は主治医も許可してくれて、ちょうど行けたタイミングだったんだと思います。そして気になる帰国後の血液検査。旅行で悪化していたらどうしようと正直かなり不安でした。結果は CPK700 台後半で横ばい。悪化していなかった。それだけでほっとしました。薬を増やして治療をしないといけない数値ですが、今回もステロイド 5mg のまま様子を見ることになりました。理由は、ある手術を受ける決意をしたからです。ステロイドには炎症を抑える力がある反面、傷の治りを遅らせる、感染症のリスクを高めるという副作用があります。手術を安全に行うためには、できるだけステロイドの量は増やしたくないというのが医学的な判断でした。手術することにしたのは、第2話で話した入院初日の CT 検査で見つかっていた卵巣嚢腫、奇形腫です。
当時は5センチ以下と小さく、経過観察と言われていたので、私自身も特に気に留めていなかったんです。ところが、たまたま見ていた医療番組で、ある衝撃的な症例を知りました。それは、抗 NMDA 受容体脳炎という病気。稀に卵巣脳腫などがきっかけで、免疫機能が誤作動を起こし、なぜか自分の脳を攻撃してしまう自己免疫疾患の一種なのですが、驚いたことに原因である卵巣脳腫を取り除いたら、脳を攻撃していた免疫の暴走が収まり、脳炎の症状も改善したという内容でした。これを見た瞬間、私の頭に電気が走りました。私の禁煙も自分の免疫が筋肉を攻撃する自己免疫疾患。もしかしてこの卵巣脳腫が黒幕なんじゃないの？いても立ってもいられず、主治医に相談しました。先生は、その可能性もゼロではないですね。というお返事。藁にもすがる思いで、私は禁煙を治すための賭けとして卵巣脳腫の手術を受けることに決めたんです。主治医からは、もしこれで筋炎まで治ったら、ぜひ論文を書かせてね。なんて嬉しい言葉もかけられて、ついにこのしんどい日々から抜け出せるかもしれない。そんな大きな期待と少しの怖さを抱えながら、私は手術に臨みました。果たして花の禁煙は卵巣脳腫の手術で良くなるのか、それとも。次回その結果を詳しくお話しします。よかったらまた見に来てくださいね。